皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はヒーローウォーズの便利なショートカットキーについて、色々と特集を組んでみることにしました。ショートカットは使うことでまるで時間を止めるように、誰でもスタンド能力を使えるようになるんだぜ。つまり、簡単にマリサになれちゃうってことなんだよ。これは絶対に覚える価値はあるよね。乞うご期待だぜ。それでは、ゆっくりしていってね。では、まずはショートカットキーについて、色々と紹介してみたいと思いますよ。よろしく頼むぜ。まずは、基本的にはヒーローウォーズって、マウスで操作するのがあると思うんだけどね。だからキーボードでも操作できるのっていう人はこのショートカットキーを使うことで、かなり便利になると思うんだよね。つまるところ誰でも私みたいに、時を止めることができるということなんだぜ。そうそう。まあマリサは人間じゃないか。刺激的じゃないぞ。マリサって、石仮面をかぶってねえよ。まあ細けいことはいいんだよ。それは私のセリフ。意外と気持ちいいな、このセリフ。また機会があったら使わせてもらうぜ。まったく、困っちゃうね。とりあえず、話を元に戻そうかな。まずは、キーボードさんを召喚するよ。ではまず、ウプ主の個人的主観において、よく使っているショートカットキーを紹介しちゃうよ。よろしく頼むぜ。まず一番最初に紹介するのは、エスケープキーだね。これはなんと言っても外せないかな。エスケープキーを使うとどういう効果があるんだ？まず、普通の状態っていうのかな？マウスでいうところの×印を押すときと、同じ効果があるんだよね。ほう、そうなんだな。わざわざ×印を押さなくてもいいのは便利そうだな。このショートカットキーを使うことでかなり効率的に動くことができるんだよ。普通の状態だとエイム力も必要になるからね。まるで戦争だな。私のマウスはからし。逆に興味深いわ。まあそんな冗談は置いといて、次にショートカットを使った方法です。エスケープキーを使ってメイン画面まで戻りますよ。それでは、行くぞ。カーが入っていない。参ります。早すぎて草。一言で言えばこれはもはやキングクリムゾンだね。時間をすっ飛ばす、まさにその一言だよ。さっきのマウスの使ったやつと比較しないまでもないんだぜ。ものすごい速さだったぜ。これはもう使わない理由はないな。これでもマウスを使う人はきっとエイム力を鍛えてる人だと思ってるよ。当たらずとも遠からずじゃないかな。血の滲むような努力をする人はきっといるんだぜ。ちなみになんだけどね、ウプ主はトラックボールのマウスを使ってるよ。使いこなせばすごく便利なやつだな。使ったことがない人は一度お試しあれ。エイム力が上がるかどうかは保証はしないんだぜ。そんなわけでメイン画面というのかな？こういう画面だと×印をクリックした時と、同じ効果があるから時間短縮には非常に優秀だよ。多分、トップ争いになるぐらい優秀なショートカットキーだと思うよ。全くもってその通りだと思うんだぜ。ちなみに戦闘中に押した時はこんな風にポーズ画面になるよ。これもまた覚えておくとなかなか便利だよね。これもいわゆる時間を止めるスタンド攻撃だな。ただ、残念なことに自分も動けないからそこまで強力とは言えないんだぜ。そうだね。ただ、このポーズを使って色々と考えたり、次に使うスキルとか確実に使えるようにするとか、色々と計画を練れるのは間接的に強いんじゃないかな？そんな風にウプ主は考えてるよ。なるほどな。直接的な強さではなくても、そういう考え方をすればよかったのかもしれないな。そうそう。何事も考え方次第だよ。では、次のショートカットキーの紹介に移らせてもらうよ。次はどのショートカットなんだ？次は今回の目玉と言ってもいいかもね。キーボードの1から5まではヒーローやタイタンのスキル発動のショートカットになってるよ。これを知らない人は多分マウスでクリックしてると思うんだけどね。昔も知らなかった時は、マウスでクリックしてたんだぜ。でもこのショートカットを使うことによって、カーク使いには定番のカークフェイスレスコンボを、あっという間にできちゃうんだよね。そこまで言われたら見せないわけにはいかないぜ。このマリサが。じゃあ、よろしくね。まずは、スキルを使いやすくするように左手を数字キーの上に乗せるんだぜ。ちょうど3のところに中指を置くような感じにしておくといい感じだぜ。ちなみに今回は、カークとフェイスレスのコンボを意識してみるんだよ。例えば構成としてはこちらの夫人がこういう体型だとするよな。
アンディもいるじゃない。ウプ主にしては珍しい夫人ね。そうだな。今後の参考のために試しに入れてみたんだぜ。それで、ウプ主のやり方なんだけどまず、中指を3のところに置く、そんな方法をやってるぜ。そうなると、人差し指が4の位置に来るのかな？そういうことだぜ。小指が1番目、薬指が2番目って感じだな。これでいつでもすぐにスキルが発動できるわけだね。ちなみに、タンクのアスタロスはどういう風になってるの？ 5 番目は、人差し指と兼用してるな。まあ、一番重要なのはカークとフェイスレスだし、いざとなったらマウスも取り入れたらいいと思うぜ。なるほどね。それじゃ、実際に使ってる様子を見てもらうぜ。気が抜ける音ね。相手は双子とカークだったのね。アンディを入れた理由がわかったよ。これからアンディというか、カーク対策もしていかないといけないからな。さあ、カークとフェイスレスのコンボをしっかりと決めたいぜ。色々と注意するポイントもあるからね。それにしても、両方にカークがいるとダメージが半端ないね。まったく、ヒヤヒヤしてたまらんぜ。さあ仕掛けるぞ。こんな感じで、時間を止めたように、カークとフェイスレスをうまくコンボを決めることができるんだが、なんか双子さんめっちゃ硬いと思うのは気のせいですか？双子のことはそこまで知らないけどなんか硬い気がするね。やっぱり強いから双子だもんね。双子だから強いの？知らんけど。もっかい食らわせるぜ。なんか今度はすんごいダメージ出たな。出たね。しかし、どうしてこんなにも高いダメージが出たのか。これがわからない。これがわからない。はははははは。どうしたの？マリサ、最初に硬かったのはアスタロスのスキルバフが原因ってことがわかったんだぜ。なるほどね。つまり、双子は関係ないわけね。そういうことだぜ。アスタロス、恐ろしい子。偶然だけど、アスタロスの恐ろしさを知ってしまったんだぜ。やるわね。ってなわけでバトルも終わったんだぜ。お疲れ様だよ。とりあえず、さっきのバトルでは2回ぐらいかな。カークフェイスレスのコンボをやったけど、あれもやっぱり、ショートカットキーを使ってやってるんだよね。この素早い動きはマウスだと難しいよね。なかなかね。このカークとフェイスレスのコンボをするときの注意点ってあるじゃない？あるな。例えば、いざフェイスレスのゲージが満タンになるのを待って、カークのスキルを使おうと思ったら沈黙やスタンになってしまったとかな。それで勢いでフェイスレスを先にスキル発動しちゃって。あってね。まあ、カーク使いあるあるだと思うからね。カークは強いのに、フェイスレスとヨルガンはパワー弱いとかさ。あるあるだと思うね。さて、残りのショートカットを紹介していきましょう。他にもショートカットはあるけど、ウプ主がよく使ってるのは、主にこのスキル系です。ヒーローとペット、タイタンとトーテム。バトルの時に使うショートカットがやっぱり便利だね。やっぱり、バトルの時は世話しないからな。そうなんだよね。そういう時こそショートカットのありがたみがわかるってもんだよ。ショートカットを使いこなせばやっぱり効率が上がるじゃない？そうだな。これはもちろん、ヒーローウォーズに限った話じゃないんだけどさ。ヒーローウォーズもある程度の効率を求めてやらないといけないよね。なるほどな。さて、最後に、ショートカットとはちょっと違うけど、ウプ主も比較的知ったのは新しい方法で、もっと早く知っていれば、っていうようなものを少しばかりご紹介しちゃいます。よろしく頼むぜ。例えば、ヒーローの育成の時のグリフなんですが、あれってクリックするのが大変だよね。レベルが上がるごとにゲージの伸び幅も短くなるから特に大変になるよな。私なら得意の無駄ラッシュで乗り切ってやるわ。きっとね、多くの人がこれをクリック連打でやってると思うんだよ。いいですか？よく見ておくんだよ。何をしてるだ普通に左クリックをしっぱなし。それだけだと偶然見つけたんだけど、必死にクリック連打してたのが何とも言えない。金足りんのかい？まあ金足りないのはともかく、普通に便利だよな。これを知る前は一番左の小さいやつとかがものすごい数になってたからね。まあ、一番大きいやつでもレベルが上がればゲージ上昇めっちゃ短いもんな。一番小さいやつなんて最初からミリ単位だからね。でも、このクリック長押しで全部使い切ることができたからものすごくありがたいよ。それは良かったな。ちなみに、アイテム交換も同じようにクリック長押しでいけるから、そっちの方が回数的にはかなり量が多く使われてると思うよ。アイテム交換の方がかなりアイテムとポイントを交換してるからね。この方法がどのくらい有名なのかは実際のところよくわからないんだぜ。ただ、もっと早く知っていればという気持ちはやっぱりあったから、
知らなかった人はこれから使ってみてね。では、今回は、時を止める方法、ショートカットについて、お伝えいたしました。最後まで見ていただきありがとうございました。また、次の動画で会おうぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。